おはようございます。たかしです。本日は6月10日金曜日、ただいま9時17分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足です。昨日の日足は下髭の陰線となっております。今までずっと強く上げてきたのがここに来てようやく上げ止まった感がありますね。ここから反転して大きく下落するのか、それともここを突破してくるのかなんですが、まだ今のところはこの強い上昇に対する調整の下落ですので、ここからもう一度高値を目指して突破しに来るとは考えます。ただ、本日は金曜日ということもありますし、そしてこの強い上昇に対する調整ということもありまして、しばらくは調整の下落が続くんじゃないのかなというふうに考えてます。今は一旦ここでダブルトップということを意識されて、そこでの売りが入ってきやすい試合。ただ長期的に見ればまだ175円とかですね。だいぶ上の方ですが、この辺を目指して上昇するとは考えております。現在ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきておりまして、何度も言ってますが過去のこのデッドクロスでの下落は比較的大きなものになってますので、今回それほど大きな下落が起こるとは思ってませんが、調整の下落と考えても比較的このボラを考えますと、値幅としては大きいものになってくるのかなというふうにも見れます。一旦の抵抗としてはこの辺ですよね。164円ぐらい。これがこの3損での右肩、左肩のトップ付近になりますので、この辺までは下落してもおかしくないのかなと考えております。そう考えると値幅的にはかなりあるんですが、そこまで下げるかどうかもわかりませんが、今はこの GMMA との乖離解消に動く可能性もありますので、そうすると比較的大きく下げてきそうです。ただ MACD はまだ今のところかなり強いですので、下落してもそんなに一気にズドンという感じではなく、じりじりとトレンドをつけて、そんな下落の仕方じゃないかと考えてます。では4時間足です。このエリオット波動、オレンジのエリオット波動3波の中に今フラクタル構造で緑のエリオット波動をイメージしております。この緑のエリオット波動が4波に入るのはこの辺かなという話を過去にしてました。それがこの高値ですね。ちょうどここの高値をわずかに超えてきたところで今、頂点をつけて下落中というところですが、今ここから4波に入っていくと考えると、日足の GMMA がこの辺を走っているんですね。なのでこの紫のライン、これが1時間足の目線切り替えポイントなんですが、この辺付近までは下落する可能性があるんですけれども、まずは4時間足のこの GMMA との乖離解消に動こうとしていますので、今は一旦この辺付近でしょうか。166円とか、この辺ぐらいまでの下落を考えておきたいところです。今までのこの上昇の傾きを見てますと、ここから急に角度が上がってました。で、角度が上がってくるとそろそろそれが頂点になることも考えられますので、その辺からの今形が崩れてきたところですね。だからここにトレンドラインを引くと今ちょうどそれを下抜けてきているところですので、一旦の下落を考えたいところ。ただ、かなり強く上げてきてますので、下げてもすぐに戻されるという、昨日なんかもそうでしたけれども、すぐに押し目買いが入ってくるという、そんな乱高下しやすい試合にはなっているとは思ってます。ストキャスティクスは方向感がないですね。MACD はわずかながらダイバージェンスをしている感じ。ちょっと下向いてますよね。で、チャートとしては横ばいですので、今のところダイバージェンスっぽい動きをしてますので、このままじりじりと動きが停滞するようですと、明らかなダイバージェンスになってきて、そこからの大きめの下落ということにもなりかねますので、その辺は注意しておきたいところ。基本的にはまだここが4波になってくるってことは、そこから5波が出るんですが、4波っていうのは比較的長くなります。そしてレンジとか三角持ち合いという形になってきますので、それなりの期間というか日数、ここで停滞することになるとは考えます。今のところ雰囲気的には GMMA との乖離を解消に動いてますので、小さなトレンドをつけて下落してくるのかなという、そんなイメージを持っています。では1時間足です。ここが先ほどの1時間足の目線切り替えポイント、日足の GMMA がこの辺を走っています。4時間足の GMMA はこの辺を走っておりますので、このどちらに引っかかってくるのかというところですね。今まで目立った押しをなく上昇してきていますので、一旦この辺が、今度下げ止まる目処になってくるのかもしれませんけれども、ここまで下げてくるかどうかはちょっとわかりませんが、一旦その辺ぐらいまでの下落は視野に入れておいた方がいいと思ってます。今ここです。頂点をつけてそこからの高値を切り下げてきてますよね。で、ここのローソク足見ていただきたいんですが、この上昇に対して、この上昇の最後の上昇のローソク足に対して、その次のローソク足、この陰線ですね。この陰線が、この
上昇のロウソク足を覆いかぶってる感じなんですね。なので、この2本のロウソク足を合わせると、形としては長い上髭の陰線。陰線の部分はわずかにこの辺ぐらいちょっとなんですが、長い上髭陰線っていう形になってるんですよ。つまり、ここでの上昇っていうのは完全に打ち消されてさらに陰線になっているということで、ここを発見できていれば次からのショートエントリーっていうのもできたんじゃないのかなというふうには思ってます。今は中長期的にはまだ上昇していくと思ってますが、短期的には一旦挑戦の下落をしやすい試合ではあると思いますので、また、この辺付近まで上昇してくることがあれば、そこでの戻り売りっていうのも仕掛けていってもいいんじゃないのかなと思っております。ただ、ここを抜けてくるとさらにどんどん上昇していくとは考えられます。今はここでエリオット波動、この緑のエリオット波動の4波に入るのかなというふうには考えているんですが、まだ3波が進行している可能性もありますので、その辺は考えてトレードしていく必要があると思いますが、今一旦4波に入ると考えて、今この辺の上昇を打ち消されているというところも考慮しますと、やはり一旦は今日は戻り売りで、中長期的には押し目買いですので、また下がってきたところでは押し目買いをしていきたい。そんな風なイメージを持っております。本日は金曜日ですので、やはり無理なトレードはしない方がいいと思いますし、で、今4波っていうのは分かりにくい動きになってきますので、ただ、エリオット波動自体も比較的大きいので、4波の値幅としても大きくなるとは思うんですけれども、それでも4波は分かりにくい動きをしやすいので、そこで無理してトレードをする必要もないのかなと。一旦下げ止まって次そこから5波が出るのを待つのがいいのかなと個人的には考えております。それでは今日はここまでです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。